空が青いな。はい、おはようございます。今日は12月25日木曜日でございます。今日はですね、朝、霧っていうんですかね、道路がですね、前がほとんど見えないぐらい、雲が降りてきまして、はい、霧となっております。はい。で、気温はね、そんなに低くないんですけども、はい、なんか雨のような、雨じゃないような感じの天気でございます。はい。ということで、まあね、今日はですね、今日はね、ちょっとね、マイナンバーカードを再交付をちょっとね、市役所に行って、受け取りをしてこようと思います。何年に1回なんですかね、マイナンバーカードってね、ちょっと分かりませんが、通知が来ましてね、はい、それで、インターネットで申し込めるっていうからインターネットで申し込んだんですが、結局なんか役所行って取りに行かなきゃいけないんですかね、はい、というね、意味不明な、せっかくネットでやってんだからネットで送りゃいいのにねと思うんだけどまあ意味不明な、仕組みでございますね。はい、まあ致し方ないので、取りに行っていきたいと思います。そこはアナログなんですね。はい。それと今日はですね、またちょっと雨次第なんですけど、古民家の、モルタル工事、かもし雨降ったら、フッツラブハウスセカンドの、解体工事、どちらか行ってきたいと思います。ということで、まあ皆さんね、年末なんですが、皆さん体調気をつけてください。それとあと事故とかね、年末結構自動車の事故とか、多いと思いますんで気をつけて、新年を迎えましょう。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。人月はい、それでは、写真撮って毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をね、メルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日ちょっとね、マイナンバーカードのね、再交付、まあちょうど期限が10年ですかね、経ったので、市役所の方に行って受け取りに行ってきたんですが、まあ、ついでにね、ちょっと農林水産課っていうところに行って、森林調査の引き続きね、ちょっと問い合わせしてきました。で今ね、依頼主さんに報告したんですけど、はい、で午後からね、ちょっと、雨がですね、まあ、微妙なんですけど、ちょっと降ってるということで、また古民家ね行こうかなと思ってたんですが、今ちょっとちらっと現場見てきたんですけど、また水たまりになってるということで、実はですね、また新しい仕事が入ってきまして、飯野っていうところ、まあ、市役所の近くなんですけど、そこで、家の解体工事がまた入ってきましたんで、そっちはね室内なんで、ちょっと今日はそっちの方の解体を、先行してやりたいと思います。はい、ということでね、あとね、年末ギリギリにまあ YouTube の方からね、お問い合わせありまして、勝浦、
太平洋側なんですけど、はい、そこからちょっと太陽光パネルの、工事について問い合わせがありまして、それもねちょっと、来週火曜日ちょっとね現場見てこようかなと思っております。はい、ということで、なんか仕事がいっぱい入ってきましたけどね、はい、そつなく、コツコツとこなしていきたいと思います。ということで本日は以上になります。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで今日は違う現場にドローンしますよ。はい、ドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後からこちらね新しい、物件でございますが物件つっても売ってるわけじゃございませんが、はい、ここねこのようなお家がね、4棟建っております。こんな感じ。こちらのね、天井、床、壁、解体してほしいというご依頼ですので、頑張ってやっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、じゃあね、まずねルームツアーといきますかね。ルームツアー横セット。はい、こちらがねお家になってますよ。お家、はいトイレ、うわすごいね。はい仕入れということで、まずね荷物をね全部出していきたいと思います。ということでね、また新しいちょっと仕事が入ってまいりまして、今度はねこちらのね家の解体をしてほしいということで、同じね古民家と同じ依頼主さんなんで、雨降ったりねして向こうができなかったらこっちやってくださいみたいな感じでね、非常にいい依頼主さんなんで、今日はねちょっと雨のような雨でないような感じだったんで、こっち側から始めてもらえませんかということで、こちらにお伺いしました。はい、向こうもねまだまだ全然フェンスが終わんないんですけどね、はい、こちらもね来たらね、結構ボリュームがあってですね、長期戦かなと、だからあっちもこっちも長期戦になりましてですね、いやー本当ですね、ちょっと体がね、一つじゃ当たらなくなってきたということで、ちょっとね、手伝ってくれる人いないかなみたいな感じでね、非常に、思っておるわけでございます。はい、それでねちょっと昔からなんですけど、フッツラボ構想ということで、実はですね、もうかなり前から、ブレイン6、私の分身みたいなね、人をブレインですね、頭脳を持った人間が6人欲しいなみたいなね、こんな人いたらいいなみたいな感じでね、思っている構想を、ちょっとね、恥ずかしいんですけど発表したいと思います。まずはね、ブレイン1なんですけど、この人はね、マネージャー的存在で、コミュニケーション能力が非常に高くて、そして営業力も高くて、顔が利いてですね、いろんなところに、私より先回りして手配してくれると、そういうような人がブレイン1。そしてブレイン2がですね、私と同じように、建築業、電気業、土木業に、精通していてですね、プロフェッショナルで、
ビルを建設したこともあるような、経験のある人で、できれば、農業や林業も興味を持っていただけると、そういうようなね、万能な人間、それがブレイン2ですね。でブレイン3が、金融マン、お金の調達がうまい人、投資、株式、債券、投信、そして、為替、そして仮想通貨などのね、投資に非常に強くて、また、クラウドファンディングなどの資金集めも上手な人、そして、補助金、助成金等の、情報に非常に長けている人、はい、でブレイン4がですね、ウェブマーケティングに強い人、コンピューター関係で、精通しておりまして、SNS を使ったり YouTube を使ったり、非常に、アフィリエイト含めて、IT リテラシーが高い人ですね。できれば、ロボティクスにも、強い方、いわゆるコンピューターを使って、制御ロボットを作ったり、できる方がいいなと思っています。でブレイン5がですね、人間の脳、認知機能科学、脳科学みたいなね、に非常に、精通している方、人間のね脳の仕組み、動き、これをね精通している人、はい、この人がね、なぜ必要かというとですね、人間はもともと治癒能力というのがありまして、脳で思考したことが、実現するという仕組みがもともと備わってます。ですので、病気になりたい人は病気になるし、病気にならないぞと思えば病気にならないと、もしくは病気が治ると思えばですね、病気が治ってしまうというようなね、脳の仕組みがありますので、そちらの精通した人で、ブレイン6がですね、これはね宇宙ですね、これから宇宙に、進出していかなきゃいけないので、人工衛星も含めてですね、サテライト、アーティフィシャルサテライトを使った、地球上のですね調査や、例えば漁業探知機なんてね、魚を追うのもこれから衛星でやるんじゃないかなというようなことも考えられますので、それらのブレイン6構想ということでね、これはね、上下関係はありません。私が社長で部下とかそういうのではなく、アドバイザーとして欲しいななんて思っちゃったりしております。はい、本日のね作業内容はこちらとなります。はい、まず解体する前に中の残置物を全部、撤去いたしました。はい、ということで、次回からね天井から、解体していきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでね、本日は以上となります。住宅街なんでね、静かに、はい、このね4棟をね解体していかなきゃいけないということなんですが、またこれもいつ終わるんだろうかという話ですけど、はい、手でばらしてほしいということでございますのでね、はい、今日はね、ちょっと中の残地を全部外に出して、はい、次回からね天井から解体していきたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。